お世話になっております。マサルです。今回は DD コマンドについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。USB メモリやハードディスクの内容を丸ごと別の場所にコピーしたいときに使うコマンドはどれでしょうか？ A. bind B. bzip2 C. tar D. dd どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解はこちら D の DD です。皆さん正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは DD コマンドについて一緒に勉強していきます。DD コマンドとは USB メモリやハードディスクの内容を丸ごと別の場所にコピーするコマンドです。コピーといえば CP コマンドを勉強しましたよね。過去勉強した CP のコピーコマンドと今回勉強する DD コマンドは何が違うのかというと、 CP コピーコマンドはファイルをコピーするためのコマンド、DD コマンドは機械が扱うデータを丸ごとコピーするコマンドです。ちょっとイメージしにくいですよね。では順を追って説明していきます。まずコピーコマンドの復習からやっていきたいと思います。コピーコマンドはコピーの略で、このファイルやディレクトリをコピーしてくださいというコマンドでしたよね。キラーコーダーを使ってコピーコマンドを試してみたいと思います。現在test.txt というファイルがあるので、コピーコマンドを使ってコピーしてバックアップ .txt を作ってみたいと思います。コピーコマンドで test.txt をバックアップ .txt にしてください。こちらのコマンドを実行します。その後 ls コマンドで確認をするとバックアップ .txt が存在していますね。無事にコピーコマンドを使ってファイルがコピーできています。これがコピーコマンドです。そしてここからが本題、 DD コマンドについてお話しします。 DD コマンドは USB メモリやハードディスクの内容を丸ごと別の場所にコピーするコマンドです。 CP コマンドはファイルだけでしたが、 DD コマンドの場合はそのデバイスが持つ全ての情報、例えば空き領域の情報や削除済みのデータも含めて全てをコピーすることができます。ちょっと難しい話になりますが、 CP コマンドはあくまでもファイル単位のコピー、 DD コマンドは USB やハードディスクといったデバイスが持っている0と1の羅列の情報を丸ごとコピーするようなイメージです。いろいろお話ししましたが、やはり使ってみるのが一番わかりやすいと思うので、ここからは DD コマンドを使ってみたいと思います。ちなみに DD コマンドは間違って利用してしまうとシステムが利用できなくなってしまうこともあります。もし一緒にやってみたい方はキラーコーダ環境など検証環境で試すようにしてください。では DD コマンド使ってみたいと思います。まずは添付ディレクトリの中に作業ディレクトリとしてデモという名前のディレクトリを作成してみたいと思います。ではまず添付ディレクトリの中に移動します。その中に作業ディレクトリとしてデモという名前のディレクトリを作ります。デモディレクトリを作成したらデモディレクトリに移動しましょう。ではここで DD コマンドを使っていきたいと思います。キラーコーダ環境では USB デバイスを接続することができないので、今回は dev-0 という特殊なデバイスを利用したいと思います。このデバイスは0という値を出力し続ける特殊なデバイスです。なので dev-0 をたくさんの0という情報が記録されている USB だと仮定して作業してみたいと思います。では DD コマンドを実行してdev-0 の情報を丸ごとコピーしてみたいと思います。利用するコマンドはこちらです。これは DD コマンドでデバイスを丸ごとコピーします。インプットするファイルは dev-0 です。
アウトプットするファイルは USB という名前のファイルです。DevSra0 は無限に0というデータを持っているので、ブロックサイズとして16バイト分だけを1回コピーしてください。このようなコマンドになっています。それでは実行します。実行したら ls-l を使って USB というファイルができていることを確認します。できていますね。では USB ファイルの中身を確認してみたいと思います。cat USB 実行します。何も入っていませんね。先ほど dd コマンドで説明した通り、dd コマンドはファイルをコピーするのではありません。デバイスの情報をそのままコピーします。今回指定した DevSra0 は0という情報をたくさん持っているだけで、テキストファイルを持っているわけではありません。今回は DevSra0 というデバイスから16バイト分の0という情報をコピーしただけです。なので USB ファイルの中には16バイト分の0という情報が記録されているはずです。現時点で覚える必要はありませんが、xxd というコマンドを使って USB ファイルの中身を16進数表示してみたいと思います。xxd コマンドで USB ファイルを指定します。するとたくさん0が並んでいることがわかりますよね。これは DevSra0 という特殊なデバイスから0という情報を16バイト分コピーしたということです。ファイルの情報ではなく、そのデバイスが持っている情報をそのままコピーしているというところがポイントですね。最後に DD の利用には注意をしてくださいという話をして終わりにしたいと思います。今回お話しした DD コマンドは間違えて使ってしまうとシステムが利用できなくなってしまう可能性があるので、十分に注意して利用してください。例えば先ほどの DD コマンドではブロックサイズを16、カウントを1にしたので問題ありませんでしたが、もしブロックサイズやカウントを指定しない場合は無限に0を書き込んでしまうので、それがハードディスクだった場合はシステムが全消去された状態になってしまいます。ディスクを全部0の情報で上書きをして完全消去したい場合は良いかもしれませんが、バックアップするつもりでシステムを全消去してしまったら大変です。DD コマンドは Destroy Disk の略だという冗談もあるぐらいトラブルになりやすいコマンドなので、 DD コマンドは十分に注意して利用してください。ここで少しだけお知らせです。マサルの勉強ウェイでは成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが大変という方はメンバーシップからオンラインコミュニティに参加してみてください。ご参加お待ちしております。それでは最後に今回の復習です。 USB メモリやハードディスクの内容を丸ごと別の場所にコピーしたいときに使うコマンドはどれでしょうか？ A. Find B. bzip2 C. tar D. dd どれが正解でしょうか？正解はこちら DD コマンドでしたよね。 DD コマンドは USB メモリやハードディスクの内容を丸ごとコピーするコマンドです。コピーコマンドの場合はファイルをコピーしますが、 DD コマンドの場合はその機械が持つデータを丸ごと中身の構造も含めてコピーすることができます。今回デモの中で DD コマンドのインプットファイルとして DevSra0 という特殊なデバイスを紹介しました。このデバイスはとても便利なんですが、誤って使ってしまうと無限に0という情報を書き込んでしまうので、システムが壊れてしまったりする可能性があります。 DD コマンドは十分に注意して利用するようにしてください。最後にお知らせです。私が書いた Linux 1冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習にお役立てください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。